あそこへ行こうで動いているのではなく、こう思われたいとか、評価されたいで動いているということです。あるいは、世間的に価値があると言われているところへ、なんとなく進んでいるという感じです。自分の人生を生きていない人ほど、ストレス耐性に弱く、すぐにメンタルがへこみます。他人に自分の点数をつけさせていればいるほど、他人の一言に傷つきます。こうなってしまうのは、自分にとってはこれが好き、自分は自分というのがないからです。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルト・チルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。アダルト・チルドレンは自分の人生を生きていません。怠慢で自分の人生を生きていないのであれば、心を入れ替えればいいだけですが、怠慢というより、恐怖や不安や習慣などがあって、自分の人生を生きられないのです。どんな理由であろうと、自分の人生を生きていないと傷つきやすくなるし、人生の中で楽しさや喜びを感じられません。こうなると、人生は苦痛でしかありません。今日は自分の人生を生きられないアダルトチルドレンが自分の人生を生きられるようになるための話をします。まず、これは自分の人生ではないという生き方をいくつか挙げてみましょう。一つ目は、親の期待通りに生きる人生です。自分の気持ちややりたいことは無視して、親の期待や願望通りに進路や仕事や住む場所などを選ぶような生き方です。もっとひどくなると、恋人や結婚相手まで親に従う人もいるかもしれません。二つ目は、周りの期待や世間の目に縛られる人生です。自分の幸せや満足よりも、周りの顔色が最優先にされる生き方です。この生き方はやりたくないことや自分にとって無意味なことをやり続ける人生になります。このような人は恐怖や不安から世間の目や普通であることに縛られやりたいことができません。3つ目は幸せを求めるのではなく、あさっての方向へ突き進む生き方です。一つ例を挙げると、お金や成功を最優先にしてどこまでも突っ走るような生き方です。このような人は誰かに成功を見せないと自己肯定感が高まりません。そこで完璧主義になったり、どこまで行っても満足せずに上へ上へと行こうとします。あるいは本当の自分を周りに見せるのではなく、こう思ってもらいたいという自分を周りに印象づけようとします。このような生き方は自分の人生を生きているとは言えません。人は本性的に生きていれば黙っていても自分の人生を生きます。周りの人の顔色を気にしすぎたり、自分を犠牲にして他人の人生を生きている人は自然な形で生きられていないということです。自分の人生を生きられない人はどうして自分は自然な形で生きられないのかを突き止めて、その原因を取り除いていく必要があります。ではなぜ自然な形で生きられないのか考えてみましょう。就職すると大体どの企業も研修期間がありますよね。職種にもよりますが、研修もせずにいきなり戦力になれと言われても難しいです。人間も同じです。人間の研修期間は小さい子供時代です。つまり小さい子供時代というのはパーソナリティの基礎を身につける期間です。なのにアダルトチルドレンは研修もせずにいきなり実践ですと言われているようなものです。この世界は自分の人生を生きる場所ですが、研修をしていないのでその方法がわからないのです。
そしてアダルトチルドレンはただ研修をしなかっただけではなくて、間違ったことを親との関係で身につけています。例えば、親子の役割逆転をされて育ってくるアダルトチルドレンは多いです。このような人は、小さい頃に親に甘えさせてもらうどころか、親に甘えられています。親に甘えられていると聞くと、ママのこと好きと聞くような親を想像するかもしれません。確かにそれも親に甘えられてしまっていますが、それだけではなくて、親に力でねじ伏せられることも親に甘えられてしまったということです。心の未成熟の親は小さい子供のように、ああしてこうしてがものすごく強いんです。このような親は子供に対していつも、子供ならこうしなさい、家族ならこうしなさい、子供がこうするのは当たり前でしょうと強引に自分の都合のいいように操作します。それでいて子供に、自分はやってないじゃないかと言われれば、私は忙しいからいいの、親はいいの、大人はいいのということにするかもしれません。つまり、心が成長していない人は自己中心的なんです。これも親子の役割逆転です。このような親のもとにいた人は、自分は犠牲にして周りの人を優先しろ。あなたは迷惑な存在なのだから人の役に立つことをしなさい。みたいなメッセージをもらうことになります。大事なことなので繰り返しておきますが、この世界は自分の人生を生きる場所です。でも、心が未成熟の親に育てられた人は真逆の生き方を学んでいます。人は普通小さい頃に学んだ行動パターンを大人になっても続けます。そこで親子の役割逆転で育ったようなアダルトチルドレンは、今でも人生の目的が自分の人生を生きることではなく、他人に嫌われないこと、周りに受け入れられることになっている人が多いです。自分の人生を生きないで、周りに嫌われないように気を使いまくって生きているということは、小さい頃の生き方をまだ続けているということです。比喩的に言うと、大人になって会社が変わったんです。前の会社で受けた研修はもう役に立ちません。それでも新しい会社では研修を受けていないので、前の会社の研修で身につけたことを使い続けているのです。今周りにいる人はそんなことを望んでいないのに、それを望まれているような気になり、怒られていないのに怒られているように感じ、責められていないのに責められているように感じています。そのように感じてしまうので、自分を犠牲にし続けています。また、アダルトチルドレンは愛されずに育っているので、依存心が克服できていない人が多いです。そこで、周りに過度に依存しながら生きています。過度に依存していれば、他人の気持ちや他人の評価がものすごく気になります。周りが怖くなります。だから依存心が強い人は自分の意思で行動できません。代わりに、こうしたら周りに受け入れてもらえるだろうと思うことをします。こうなると自分の人生ではなくて他人の顔色を伺うだけの人生になってしまいます。それからアダルトチルドレンは、ありのままの自分を否定されて育っている人も多いです。だから自己肯定感も低くなる傾向にあります。自己肯定感が低いと、自分は間違っていて他人は正しいと感じやすくなります。そこで自分の考えや価値観は無視して周りに合わせようとするかもしれません。人によっては周りに合わせるだけではなく、周りに自分は劣っていない普通の人間です、あるいは優れた人間ですということを
見せようとします。それが心理的にとても重要になりすぎています。だから自分の人生を生きるより、人に合わせることや人に見せることが優先されてしまいます。他にも、親に高すぎる期待をかけられて、失敗を責められて育ったような人は、失敗や批判を過度に恐れるようになるかもしれません。恐れや不安が強いと、自分のやりたいことに挑戦できなくなります。恐れや不安が強い人は、それを避けることが何よりも優先されます。だから責められないように、傷つかないように、ありのままの自分を拒否して完璧主義になるかもしれません。このように不安や恐れが強い人も自分の人生を生きられません。このようにいろいろな原因がありますが、いずれの理由であろうと、自分の気持ちを無視して他人の人生を生きていると、自分でも自分の気持ちがわからなくなります。自分が何をしたいのか、自分は何が好きなのか、自分は何が大切なのかということがわからなくなっていきます。自分の望みややりたいことがわからなければ、自分の人生を生きようがありません。そこでさらに自分の人生を見失っていきます。そして自分の人生を見失った人は簡単に他人に利用されてしまいます。怯えている人は脅されれば簡単に利用されてしまうのは分かりやすいと思います。でもそれだけではなくて、自分を失っている人は自分から利用されに行ったりもします。例えば、相手があなたはこういうところが立派ですよねと言えば、自分をそういう人に見せようと努力をします。ここでのポイントは、相手が勝手なイメージを押し付けてくると嬉しいんです。そのように思ってもらえているんだと喜びます。そこでそのような自分のイメージを崩さないように、自分をその相手のイメージに合わせようとします。お世辞を言って子供を利用する親がいます。小さい子供を利用するのは簡単です。自分の人生を生きられない人は、心が成長していないということにもつながってきますが、心が成長していない大人も利用するのは簡単です。脅したりお世辞を言えばいいだけです。他人に怯えていたり、他人の評価が欲しくて仕方がないと、自分の欲求ではないことで頑張りすぎてしまいます。これがひどくなると、燃え尽き症候群になってしまうかもしれません。燃え尽き症候群とは、それまで熱心に仕事を頑張っていた人が、ある日を境に急に気力を失って、朝起きれない、会社に行けないなどのような症状が出ることを言います。嫌われるのが怖い、評価が欲しい、そこでがむしゃらに好きでもないことをものすごく頑張る。このような生き方は少しずつですが自分の心の健康を蝕んでいます。いずれにしても自分の人生を生きていない人は鏡に自分を映しているようなものです。一生懸命服を着飾ってブランド品を身につけて作り笑顔を作って着飾った自分を鏡に映しています。苦労に苦労を重ねていますが、鏡の中の自分という偽物の自分を着飾ることに苦労しているんです。つまり自分の人生にとって役に立たないこと、無意味なことで苦労しまくっているんです。だから燃え尽きるんです。自分の人生を生きている人は鏡の中の自分ではなくて本当の自分を表現します。つまり本性通りにしたいことをしています。だから人生で取り組んでいることに熱意があるので忍耐力もあります。
人生の中で障害や困難にぶつかっても燃え尽きません。では、このようなアダルトチルドレンが自分の人生を生きられるようになるための対策ですが、まず自分は自分の人生を生きていないと気づいたら、なぜだろうと考えてみましょう。小さい頃に親に対してしなければならなかった生き方を続けているとか、依存心が強くて周りの顔色が気になってしまうとか、自己肯定感が低く自分はこれでいいと思えなくて人に見せる生き方をしてしまっているとか、失敗への恐れや周りからの批判が怖くて目立たないような生き方しかできないとか、自分の気持ちがわからなくてどこを目指して生きたらいいのかがわからないなどというのを考えてみましょう。一つだけではなく、いくつも併せ持っているかもしれません。何事も自分の問題をはっきりさせることで目指す方向が見えてきます。何かを作るには設計図を書くことが大切です。設計図を書いたからといって物は完成しません。でも設計図を書くことは必要です。同じように頭で理解しても恐怖は簡単には消えません。それでも最初に頭で理解することは大切です。例えば小さい頃に親に対してしなければならなかった生き方を続けていると気づいたら、まず頭でそのことを理解することが必要です。そして今目の前にいる人は親とは違う人なんだから、自分の人生を生きていいんだと理解することが必要です。どこかで勇気を出す必要はありますが、まずは頭で理解しましょう。依存心が問題だと気づいた人は、時間をかけて依存心を克服していく必要があるのはもちろんですが、相手に利用されないように気をつける必要もあります。相手の不満そうな顔や声のトーンなどを真に受けないようにしようと決意することが必要です。こちらを過度に利用してくる人も依存心の強い人ですが、そのような人は自分より弱い人を操作しようと大げさに態度や顔に出します。病的に依存心が強い人はすぐにこのような人の餌食になってしまいます。餌食にならないような人間になるには、嫌われてもいい人には嫌われてもいいということに気がつくことが必要です。今、嫌われてもいい人には嫌われてもいいと当たり前のことを言いましたが、愛されずに育った人はこれが頭では分かっても体の芯からは理解できていない人が多いです。どうでもいい人にまで嫌われることがものすごく怖いんです。まずは嫌われてもいい人には嫌われてもいいということをもう一度はっきりと理解しましょう。例えば、優しい友達に嫌われたくないのは当然です。でも、こちらの気持ちを汲んでくれたことが一度もない人、こちらを軽く見ている人、こちらを利用しようとする人、自己中心的な人などには嫌われてもいいという気持ちを持ちましょう。こちらの気持ちを汲んでくれたことが一度もない人や、こちらを軽く見ている人や、こちらを利用しようとする人や、自己中心的な人は、こちらが自分の人生を生きようとすると、迷惑そうな顔をする人たちです。だから自分の人生を生きようとすると嫌われるかもしれません。こういう人には嫌われてもいいという覚悟がないと自分の人生は生きられません。次に、自己肯定感が低くて自分の人生を生きられないと気づいた人は、自己肯定感を高めていくのはもちろんですが、
自分の成功を人に見せたり人に勝ちまくっても幸せにはなれないということをはっきりと理解する必要があります。これは嫌われて孤独になるだけです。幸せだと思ってもらうことを目指すのではなく、幸せを目指しましょう。次に、失敗や周りからの批判を恐れるあまり自分の人生を生きられていないと気づいた人は、恐怖から逃げていても解決はしないと理解する必要があります。恐怖を感じるのは根っこに間違った信念があるからですが、逃げることによってこの根っこは大きくなります。恐怖は逃げれば大きくなります。心を成長させるには、リスクや恐怖をできるだけ小さくして少しずつ挑戦していく必要があります。また、脳には恐怖を感じさせる部分とか、こうしたいという意思を持たせる部分とか、過去の記憶を司る部分とか、推論する部分とか、いろいろあります。同じ部分が全部やっているのではなくて、それぞれ違う部分でやっています。だから脳は大きいものが一つあるというイメージではなくて、複数の小さいものが集まっているというイメージです。つまり自分の脳の中には子供のように好奇心と希望を持ってこうしたいと思っている部分もあれば、自分がしたいと思うようにしていいんだよと囁いてくれる部分もあれば、過去にこれをした時にひどい目にあった、だからもう二度とそれをするなと禁止命令をしてくる部分もあれば、これをしてもどうせこうなると冷めたことを言ってくる部分もあれば、お前にそんなことができるわけないだろうと言ってくる部分もあります。でも多くのアダルトチルドレンはあまりにも恐怖が強すぎて、子供のように好奇心と希望を持ってこうしたいと思っている部分や、自分がしたいと思うようにしていいんだよと囁く部分をいつも無視しているんです。まず自分には意志が全くないのではなくて、本当はこうしたいと叫んでいる部分もあるんだけど、恐怖のために全く意識せずに生きてきたので、いつの間にか脳のその箇所が活発ではなくなってしまっているということに気づきましょう。そしてたまには自分の中の子供の部分の声も聞いてあげないとかわいそうということにも気づいてほしいです。小さい頃からこうしたいということをしていれば、脳のその箇所が活発になって、代わりに脳のビクビクを怯える箇所が活発ではなくなっていたはずです。そして大人になってもこうしたいということをしていれば、仮に結果が思っていたものと違っても、また誰かが自分の成功を確認してくれなくても、あるいは誰も褒めてくれなくても、それをしているだけで喜び体験です。これは心理的にとても強い生き方です。一方、義務感でこうしなければで生きている人は、結果が芳しくないと心が参って落ち込むし、誰かが成功を確認してくれないと満足できないし、誰かに批判されると激しく傷つきます。このような生き方はいつもビクビク怯えることになり、不安定でとても弱いです。だからまずは自分の脳にもこうしたいと思う部分があることを思い出しましょう。時間をかけてでも自分のこうしたいを見つける必要があります。こうしたいがわからなくなったのは、自分の気持ちより他人の顔色を優先にして生きてきたからです。
これからは他人の顔色よりも自分はどうしたいのかと常に考える習慣をつけましょう。そして自分はどうしたいのかと自分に聞いた時の答えですが、頭ではなく内なる声に聞くということが大事です。頭は恐怖や不安に負けて嘘をつきます。でも内なる声は正直です。日頃から頭の声なのか内なる声なのか見分けられるように訓練しておく必要があります。ではポイントを振り返りながらまとめます。アダルトチルドレンは親の期待に沿う生き方をしていたり、自分よりも周りを優先に生きていたり、幸せよりあさっての方向を目指していたり、他人の人生を生きている人が多いです。人に好かれても、人に嫌われなくても、自分の人生を生きていなければ幸せは感じられません。それどころか自分を犠牲にして好きでもないことをがむしゃらに頑張り続けていると心を壊してしまいます。自分の人生を生きられない原因はいろいろありますが、依存心が強かったり、自己肯定感が低いこともその原因の一つです。依存心が強かったり、自己肯定感が低すぎると、自分で自分に点数をつけられなくなり、自分の点数をすべて他人の評価でつけてしまうことになります。また、自分の考えや価値観よりも他人の考えや価値観に従うようになってしまいます。つまり、自分は自分という生き方ができなくなってしまいます。こうなると、世間的にすごいと思われていることをしようとしたり、こうするのが普通だと思われていることをしようとしたりします。また、自分の人生を生きようとしない人は、幸せになる努力ではなく、他人に自分を見せる努力をします。例えば、楽しむことを目的にするのではなく、自分も普通の人と同じように楽しんで生きているということを見せることが目的になります。さらにもっと進んで、自己否定への反発などが加わると、勝つことが目的になる人もいます。このような人は幸せになることが目的ではなくて、勝つことが目的です。仮に野球で勝つことを目的にした場合、ここで言う勝つこととは、敵チームに勝つことではなくて、味方の中でも一番になることを目指すということです。他の人は笑いながら野球を楽しんでいるのに、自分だけ苦しみながら野球をしています。こういう人は無意識で周りを敵視しています。だからどんどん嫌われていきます。そして自分の人生を生きていない人は自分のしたいことや好きなことがわからなくなります。こうなると目的地や主体性がなくなり、なおさら自分の人生を生きられなくなるという悪循環にはまってしまいます。自分のしたいことや好きなことを取り戻すために少しずつ主体的に生きるようにしましょう。今現在どの位置にいるかによってすぐに主体的になれる人と時間のかかる人といると思います。極端な例を出すと、生きててごめんなさい、生まれてきてごめんなさいというようなことを言う人は、自分が変われるということが分かっていない人だと思います。その自信がない人です。もしその自信があれば、今はいろいろあって自分の人生を生きていませんという表現になると思います。同じような言葉に聞こえますが、意味していることは全然違います。前者は自分には自分の人生の責任を負えないという表現で、後者は自分の人生の責任者は自分ですという表現です。こっちの方が主体的です。
生きててごめんなさい、生まれてきてごめんなさいというのが口癖の人は、一気に明日からあれもしてこれもします、そして幸せになりますとは言えなくて当たり前です。一気に上がろうとするのではなくて、一段だけ上がりましょう。つまり、今はいろいろあって自分の人生を生きていませんと言えるようになると少し前進できます。極論すると、他人の人生を生きてしまうのは他人がいるからです。無人島で一人で生きていれば、誰でも自分のしたいように生きられます。依存心や自己肯定感の問題を克服し、恐怖や不安が消えて、他人を気にしなくなれば、そしてやりたいことが分かれば、自分の人生を生きられます。依存心や自己肯定感の問題については、甘えや依存心を克服しよう、自己肯定感を高めようなどの再生リストや、他人に服従するアダルト・チルドレンの直し方という動画なども参考にしてください。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。では、すぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、自分の価値観を作り直そうということです。長いこと自分の人生を生きられなかった人の多くは、目指す目的地がわからないと思います。風任せで浮いているヨットのように、あっちゆらゆらこっちゆらゆらで目的地へ進めていないと思います。あっちゆらゆらこっちゆらゆらをもう少し具体的に言うと、あそこへ行こうで動いているのではなく、こう思われたいとか評価されたいで動いているということです。あるいは世間的に価値があると言われているところへなんとなく進んでいるという感じです。自分の人生を生きていない人ほどストレス耐性に弱く、すぐにメンタルがへこみます。他人に自分の点数をつけさせていればいるほど他人の一言に傷つきます。こうなってしまうのは、自分にとってはこれが好き、自分は自分というのがないからです。自分の価値観を作り直そうとはこれのことです。世間的には良い大学を出て良い会社に勤めて出世してお金をいっぱい稼いで結婚して子供を作ってマイホームを建ててというような人生がいいとされているけど、自分にとっては良い大学に行くより絵を描いていたいとか、自分にとっては出世して忙しい生活を送るよりフリーターでも親しい人を作る人生にしたいとか、人に見せるための目的地ではなく自分の価値観で自分にとってはこれが好きという目的地を作りましょう。簡単ではないかもしれないけど、作る準備に取り掛かりましょう。しっかりとした自分の価値観があって、その上で他人の期待に応えることが必要なら、他人の期待に応えるべき時もあるかもしれません。でも自分にしっかりとした芯がないまま、他人の価値観に合わせたり、他人の期待に応えることは、他人の人生を生きているということです。自分の価値観を明確にし、それに向かって行動することで、自分の人生を生きている感覚が高まります。つまり、自己肯定感も高まります。はい、ここまでにします。最後まで見てくださる方々は、きっと他の動画も最後まで見てくださる方々が多いんだろうなと思っています。いつも最後までご視聴ありがとうございます。今後も最後まで見ていただけるような動画を作れるように頑張っていきますので、応援してくださる方、仲間になってくださる方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。
では、仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。